皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画は青島製コーティスカイラインジャパンの完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えておき、3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目、3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番、8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて表面仕上げの工程です。表面仕上げの工程としては3つの工程となります。シーフォース製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、表面を一皮剥くといった感覚で研磨していきます。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目、3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ。バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。次に順序が前後しますが、クリア塗装の前に自作で作ったデカールを貼り付けました。そのデカールとはゴールドの 2000GT ターボの文字デカール、それとトランクのエンブレムもついでにゴールドにしてみました。テプラを使ってデカールを作ったのですが、結果的にこれは長年の悩みを一発で解消してくれるツールとなりました。デカールの作り方は別で動画にしてありますので、よろしければご覧ください。フロントマスクはボーンミラーを使いメッキ塗装、下地にアンダーブラックをたっぷり吹き付け、テロッテロな表面に
ボーンミラーを少しずつ低圧で3回に分け塗装。キラキラなメッキのフロントマスクに仕上げてあります。続いてウィンドウモールなどのメッキモール部分に対し塗装を行っていきます。塗料は4アーティストマーカーのシルバーを使用。塗装の手順としては、まずモール外周にしっかり筋を入れておくことが大前提で、筋彫りの段階でこの作業を行っておきます。その筋を入れた箇所に墨入れ塗料ブラックを流し込んでいきます。流し込んだらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒ではみ出た部分を拭き取ります。次はメッキの表現として4アーティストマーカーのシルバーを使用し、メッキ部分を塗装。最後にモール内側には4アーティストマーカーのブラックを使用し、マーカーの腹部分で塗装し完了です。この年代の車の特徴でもあるメッキモールはこのように再現しています。次に細かいパーツの塗装です。リアのテールはクリアオレンジを筆で入れ、リフレクター部分はレッド、最後にクリアレッドの順で仕上げました。テールマーカーの裏面からはエナメルシルバーを塗装し、透け防止と発色アップをしておきます。フロントレンズは4アーティストマーカーブラックで縁取りをし、ゴムパッキンを再現。グリルのエンブレムは4アーティストマーカーシルバーで塗装。サイドマーカーは完成手前でクリアオレンジを乗せていくので、フラットブラック、シルバーと塗装をしておきます。リアパネルのバックランプは下地にシルバーでスモークを塗装。パネルの縁は4アーティストマーカーシルバーで塗装をし、メッキを再現しておきます。次はレンズ類を仕上げていきます。ヘッドライトはリフレクターが省略されているので 3D で出力し、4アーティストマーカーシルバーで下地を作り、ミラーフィニッシュを貼り付け、仕上がったリフレクターをパネルパーツに取り付けてレンズをはめ完成です。リアパネルにはテールレンズを取り付け、自作したエンブレムデカールを貼り付け完了。フェンダーミラーにはミラーフィニッシュ、バンパーにはウィンカーを取り付けて、車名プレートにはジャンクデカールよりスカイラインのデカールを貼り付け、レジンで保護。これであとはボディなどに取り付けていくだけとなりました。最後に仕上げです。ボディに取り付けるウィンドウですが、もともとは1枚のパーツでしたが、少し歪みがあったので前後で分割。セメダインハイグレード模型用接着剤で取り付けます。ウィンドウがしっかり固定したら内張りダッシュボードの順で取り付け、ボディ表面よりサイドシールには長谷川の艶消しブラックフィニッシュを貼り付け、ボディとシャシーを合体です。次に仕上がった前後のパネルとバンパーを取り付け、しっかり固定できたのを確認したら、フェンダーミラー、給油口の蓋、車名プレート、マフラーパイプを取り付けです。マフラーパイプは付属のものではなく、デュアルをイメージし、3D で出力したもので、太鼓部分に 1.5mm の穴を開け取り付けました。続いてワイパー、キーシリンダー部分には配給パーツのマイナスモールドを取り付け、マーカー類にはクリアオレンジを乗せ、ドアノブを4アーティストマーカーシルバーで塗装し、モデリングワックスで軽く磨き上げ完成です。青島が展開する改造車シリーズより旧車界時代のジャパン後期を制作してみました。付属の足回りはえげつないハの字にできるパーツとノーマルで組み上げることができるパーツがあり、
今回はノーマルパーツを使用し、少し車高を下げた西部警察に出てくる大門団長に憧れたオーナーが乗るジャパンを目指して制作。青島が展開してきたこの年代のモデルはタイヤが太くバランスが悪いので 3D で出力した渡辺ホイールとタイヤに変更。他にもフロントの目元を修正してみました。足回りのバランスを少し変え目元を修正するだけでグッとリアルになるのはボディ造形をはじめとしたその他のパーツがとてもよくできているからだと思います。青島にしかない昔からあるこのシリーズの車たちは改造パーツもたくさん付属しており、作り手の想像をかきたて模型製作の基本である楽しいと思うアドレナリンを大放出してくれるシリーズ。小さい頃からたくさん作ってきたシリーズですが、驚くなかれ刷新と同時に追加で新金型パーツが付属されるなど常にブラッシュアップを繰り返し我々の心を掴んで離してはくれません。直近ですとワークスシリーズが再登場するようですので、皆さんもぜひ制作してみてください。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。